いいですね。こういうふうに熱接着シートを使って柄を入れるっていうのも一つの手なんですけれども、和物の衣装だったりとかっていう時にプリントされてるものっていうよりはちょっと手染めだったりとか、ああいう柄を入れたいなっていう場合の時にはまたおすすめのキットがあるので紹介させていただければと思います。どどん、こちらスタンプスターターキットっていうやつなんですけれども、簡単に言うとハンコを手作りできるキットになってます。じゃあ早速こちら使っていきましょう。はい、スタンピングを作るのに準備するのはこちらのシリコンの板とこちらのスタンプ用台紙になります。こちらのシリコンの板をこちらのカッティングマットに接着して、こちらのスキャンカットにセットしてまた切り抜くっていうだけの作業になります。ちょっと前からまだ使っている余りがあるので、こちらの残りを使って作っていこうと思います。シリコンの板をカッティングマットに貼り付ける時なんですけども、ちょっと気持ち強めに貼り付けておきます。ちょっと理由としてはシリコンの板がカットしている時に引っ張られてずれちゃうっていうことがあるので、ちょっと強めに貼っておくことをおすすめします。こちらセットします。こんな形でパソコンで自分で好きなデータですね、作ったものをスキャンカットにそのままダイレクトにインポートをすることができるので、そちらやっていきます。データの呼び出しでパソコンから受信するをしていただくことで、はい、こんな感じで簡単に呼び出すことができます。今回この一度使っているシリコンのシートを使うのでカット位置の調整をします。今回ちょっとこのカット位置をこの画面上で行うのって結構合わせるのめんどくさいと思うんですけども、そこですごいおすすめの機能がこちらのスキャンですね。こちらマットをスキャンすることで、こちらのスキャンしたことで簡単に切り取るための位置を決めることができます。こちらで編集で今回の切り抜く面を全部選択して移動させます。この位置かな。これでセットができたら OK。カット位置調整したらスキャンカットのこちらの強みっていうのが刃の圧力っていうのをオートで設定してくれるので、もうこのままスタートを押してしまいます。はい、カットが完了しました。粘着シートをまず外します。こちらですね。どうでしょうか。外してあげると、はい、こんな感じで綺麗に切り抜けました。こちらですね、カットできたシリコンをこちらのスタンプの台紙にセットします。こちら透けているのでまっすぐにこのラインとかに合わせてもらえると綺麗に貼り付けられると思います。そしたらこういう布に使えるですねインクを使ってあげて、でこれちょっとサテンとかですね衣装の裏地とかによく使うような素材にちょっと今回スタンピング試してみましょう。グッと押し当ててあげます。今回ちょっと注意するのがこの角とかにインクがつくことがあるので、なるべく平行にきれいに押し当ててあげます。はい、はい、こんな感じですね。きれいに柄をつけることができます。このスタンプ台にこういうふうにメモリがついているので、自分のさっき作ったこのスタンプした位置ときれいに位置を合わせてスタンプを連続でしていきたい場合はこちらをガイドにしてもらえるときれいにつけていくことができます。はい、こんな感じですね。同じ柄にクロスでやりたい時もこの幅とかをきれいに合わせてあげると何個も何個もつけていけますね。